よろしくお願いします。付属牧場にいます、真鍋と申します。今回、話させていただきますのは、実は、牧場で何かやったということではなくて、主にここにあります家畜改良センターの皆さん、これ名前、非常にたくさんの方に助けていただいて、もう、本当数名だけ書かせていただきましたけども、あと、土井幻想センターの中西先生はじめ、皆さんに測っていただいて、僕はほとんど実はもう手を汚してなくて、なんか知ったかぶって話すだけっていうので恐縮なんですけども、紹介させていただきたいと思います。それでこれは何度も同じようなものを見られたと思うんですけど、ちょうど2年ちょっと前に、地震があったと、不幸なことに原発の事故がありまして、いわゆるフォールアウトっていうんですかね、いろんな放射性の各種がばらまかれてしまったというような事故がございました。で、それに対応しまして、紆余曲折があって途中で規制値が変わったりしたんですけども、一応食べ物の基準値はここにあるように水は10ベクレルパーキロ、牛乳は子供がたくさん主に子供が飲むだろうということで50で、乳児用の食品も50ベクレルで、一般の食品は100ベクレルパーキロというようなことが、基準値として設定されました。そこで、そういった食べ物を実際に特に国内で生産するためには、どのぐらいのレベルで飼料っていうのは家畜の餌ですね、それから家畜を飼うとベッドっていうのは飼料ですね、それからさらにはこれは化学肥料もあるんですけども、ここで想定しているのは家畜のうんこ執行で作った堆肥ですかね、肥料、あるいはその改良材、実際に植物を栽培するその土とかですね、そういったものの放射性セシウムのレベル、これより高いと使っちゃダメよというようなことが、これも基準値として設定されてまいりました。で、家畜の場合、一番下には魚も養殖の魚もあるんですが、牛の場合、ミルクとか肉ですね。で、羊とかヤギもおおむねこのレベルだと思います。同じような反数動物といって、牧草を食べて、で、口の中でまた噛み戻してですね、そういった特別な消化器系を持っている動物。それから同じ草食動物でも馬ですね。で、馬肉は食べる量は少ないんですけども、馬肉とか、それから豚、鶏。で、鶏は卵とか肉用がございますけども、こういった値が設定されています。で、さらには家畜の飼料、家畜もやはり人間とは違いますけど、藁を引いて洗う必要があったりとか、裸で寝るわけにもいきませんので、その飼料ですとか、それから堆肥、これ主に堆肥を考えていただいたらいいと思いますけども、これは植物の肥料としてですね、有機肥料として使うようなもの、あるいは土壌の改良材とか、実際にさまざまな作物を栽培する土、これは400ぐらいだったら、そこで、作られた果物とかいろんなものが100ベクレル以下であろうというようなことを基準値として設定されています。そのような中でですね、実際に100ベクレルを超えるようなこともいろいろとございまして、さらに詳細なですね、対応が必要だろうというようなことが考えられるわけです。で、今回紹介させていただきますのは、実は内閣府の食品安全委員会の委員長から、こういうことを調べてもらえないっていうことを頼まれまして、で、家畜改良センターのご協力も得てですね、非常に丁寧に調べたということです。で、それを紹介させていただきます。で、今回は羊の、特に食肉を頭の中でイメージしてまして、その羊についてですね、ごく簡単に紹介したいと思うんです。で、今は日本はですね、あまり羊を実は飼っていないんですが、世界的に見ますと、こういうふうに中国とかオーストラリア、インド、ニュージーランドを含めてですね、非常にたくさんの羊を飼って、その羊の肉を食べたりとか、あるいはその羊毛を使ってですね、この羊毛は皆さんも結構スーツとか服に使っておられると思うんですけども、こういったもの。でさらに日本では珍しいですけど、ミルクですね。ミルクを
使ってチーズを作ったりとか、ロクフォールという青カビのチーズがありますけど、そういったものを作るということで、非常にたくさんの羊が実は飼われています。で、大体世界で全体でですね、おおよそ10億頭ぐらい。で、羊の肉だけでもですね、1年間に多分600万トンぐらいは食べられているだろうというふうに言われています。ですから、畜産の分野っていうんですかね、家畜の分野で見ますと非常に重要な家畜です。で、昔の野生状態の羊っていうのは違うんでしょうけども、今は左の上にあるような、一つは毛を取るですね、ウールを取るようなための羊、それから右上にありますような肉用の羊とか、さらには左下にあるように、ミルク、肉も毛も取れると。で、さらには毛皮用とか、で、ここにはちょっと紹介してませんが、ミルクを出す乳牛じゃないですけども、乳羊ですね、そういうものもございます。で、今回紹介しますほとんどこの右上の肉用のサフォーク種というものが大体中心かと思います。それで日本の羊なんですけども、実は、戦前から戦後直後ぐらいまでは非常にたくさんの羊が飼われて、それで毛を取ってですね、主に服ですね、衣類を作るために飼われていました。で、1950年はこれ終戦後、すぐぐらいなんですけども、全国で65万個以上で約100万頭以上の羊が飼われていったというふうに言われています。ところがその後急激にですね、これ価格競争もあるんですが、国産のまさに蚕がそうですよね。戦後ある時期まで非常にたくさんの蚕を買って絹のですね生産がされてましたけど、それが急激に減ったと、価格競争で負けちゃったと。で、2005年には全国でたった600個ぐらいでもう1万頭を切るぐらいの羊しか飼われていないというような状況になっておりました。ところが後でちょっと申し上げますけど、この後ですね、ちょっと羊の肉が健康にいい肉だということで、国産の羊が上向いてきていました。で、右に福島県のデータをお見せしますけども、福島県は、1950年くらいには約10万頭、全国の10分の1ぐらいを、結構たくさんのですね、羊を飼っている地域でした。で、8万戸ほどのですね、農家がそれを飼っていると。これは2006年には福島県全体で12戸で、頭数も153頭ぐらいじゃないかというふうに、これは畜産技術協会っていうところがそういうことをホームページ上に出しています。ところがその後ですね、この数年間ジンギスカンっていうんですかね、そういうものが流行ってちょっと上向いてきていたと。ですから2011年に事故が起こりましたので、その事故のその前の年のデータですけども、約40個ほどの農家が400頭弱ぐらい飼ってたというようなことが分かっております。で、これは僕はもうだんだん60歳が近づいてくると、焼肉がそんなに美味しくないなと最近思い出して、ちょっと情けないんですが、羊の肉は例えば、脂肪の燃焼とかに非常に重要なカルニチンっていう生理活性物質を、ここにあるようにですね、ラムっていうのは子羊で、マトンっていうのは親の羊なんですけども、牛肉とか豚肉とか鶏肉ですね、そういうものと比べると、ものすごくたくさん含んでて、これは健康にいいんだというようなことが言われてですね、で、この間、日本国内での羊の肉の消費が上がって、国産の肉もそうなんですけども、冷凍とか冷蔵のですね、輸入も随分増えたというような状況にありました。で、ちょっと余談が過ぎたんですけども、今回、報告いたしますのは、福島県のちょうど東北新幹線が通っている真ん中のあたりですね、中通り地域っていうんだそうですけども、その二本松市周辺でですね、これ実にさまざまな農家ごとでですね、実は飼ってる条件が違うんですが、そこで飼われていた、これもオスもメスも交えたですね、ちょうど100頭ほどの羊をですね、栽培して、で、その羊の中に含まれるですね、体の中に含まれる放射性セシウムの量を測るということをしました。で、なおですね、この羊は結局殺処分されて土の中に埋めてしまうということなんですが、その時に放射性セシウムを含んだものを
穴を掘って埋めるとそこからまだ漏れたら大変だということで、放射性セシウムを含まない餌とか水をですね、しばらく与えて、それも建物の中で買ってですね、でそれから殺処分するということをしました。で、実際には昨年の2012年、昨年の、11月のですね、下旬から12月の初めにかけて、100頭を10回に分けて、毎回10頭ずつですね、安楽死処分して、栽培するということを行いました。で、安楽死処置っていうのは、これは例えば家畜の口蹄疫ですとか、そういう病気が起きた時も、牛とか豚を殺す時同じようなことをするんですが、まずキシラジルという薬で軽い麻酔をして、その後ペントバルビタール、これも麻酔の薬なんですが、これをたくさん与えて、やがて呼吸が止まるというような状態で、安楽死を確認してから栽培するということをいたしました。で、この実は羊が飼われてた場所っていうのは、これは事故が起こって、1年ほど後のデータなんですけども、大体その土壌のですね、農業用の土壌の放射セシウムの濃度がここにありますように、低くて1000、高いところでは5000ぐらいの、そのぐらいのレベルですね。比較的高い、この辺りでですね、飼われていた、そういったものを、用いました。でもっと細かく見ますと、この二本松の辺りですね。ですから、ここは第一原発ですので、比較的近い。で、この東北新幹線がちょうどここを通ってますけども、この辺りは農地のセシウムのレベルが結構高いと、そういったところで飼われていたということです。で、これは実際にどういったところで飼われていたかとか、それから放射性セシウムを含まない、こういうですね、輸入した餌、それから水ですね、こういったものを与えてですね、しばらく飼われてて、でこれをですね、栽培したということになります。で、これを実際に飼われていた。先ほどお見せしたように頭が黒くてですね、典型的な肉用のサフォーク種ですね。で、これをまずは実際に安楽死させる場所ですね。そこまで軽トラで運んで、で、そこで安楽死後ですね、このようにいろんな臓器とか筋肉とかを採取して、で、精密に測定するということを行いました。で、実際は家畜改良センターの福島県の白河の近くの西郷村かな、西郷村ですかね、にあるその改良センターで行ったんですが、一つは体の中の血液のレベル、それから筋肉で、これは筋肉も体中にいっぱいあるんですけども、大腰筋と大腿四頭筋、これはいわゆるもも肉という。で、大腰筋っていうのは体の内側にあるんですけども、いわゆるフィレ肉っていう、一番高級なと言われる肉ですね。それからあと物質の代謝に関係するような肝臓、それから免疫系に関係する脾臓、それから放射性セシウムが比較的蓄積しやすいんだというふうに今考えられています腎臓、それからあと尿ですね、膀胱に溜まっている尿で、こういったものを調べました。さらにはオスの場合は精巣、メスの場合は卵巣を採材してですね、その放射性セシウムのレベルを測るということをいたしました。で、結果なんですけども、こういうことを言うと、これは非常にいいデータと考えれるんですが、不謹慎な言い方ですけど、僕らちょっと高いやつもいるんじゃないかと。特に腎臓あたりは割合溜まってる可能性があるんじゃないかということをちょっと考えてたんですけども、どの場合もですね、100頭調べてオスもメスで結構年取ったもの、比較的若いもの、いろんなケースがあるんですが、全てその検出限界以下であったということで、ちゃんと少なくともある期間ですね、含まないような水とか餌で飼えば、仮に汚染していたとしても問題ないレベルになるんだということが確認できました。で、この羊はですね、実は、実際に飼ってですね、どの程度汚染してたか、もう全然データがない羊なんですね。ところが前回私たちがお話ししましたけども、
これは羊ではなくてヤギなんですが、非常に体のサイズも似てて、同じ反数動物で、試験的に調べますとですね、やはり餌にどのくらいのレベルだと血液中にこのくらいになるとか、でそのセシウムを含まない餌に切り替えると、3ヶ月後には下がってるとかいうような予備的なことが分かっていますので、羊でもそういうことが間違いなく確認できるし、例外はないんだということをお示しできるかと思います。でこのようなことを考えますと、これはなかなか難しいことですが、仮に何かの理由で一度汚染してしまったと、汚染した餌を与えてしまったとか、あるいは水を与えてしまったと、そういう動物であってもですね、例えば3ヶ月とかいうような間、そういうものを含まない餌に切り替えれば、食用にしてもですね、問題ない。もうほとんど検出できない、全く検出できないレベルにまでちゃんと下がるということが、100頭ほど使ってですね、確認できたということです。ただですね、これは確かにその食肉として考えた場合はそれでいいんでしょうが、でさらにはその餌としてですね、この輸入した特別な餌を与えた場合、そういうことなんだということになりますが、もっと長い目で福島県のその農業をですね、実際再生できるんだろうかということを考えたときに、もちろんその家畜も重要なんですけども、ここにあるように有畜循環型農業で、昔はですね、家畜っていうのは一つは耕運機とかですね、トラクターの代わりに畜力っていうんですけども、そういったもので飼われてたんですけど、もう一つは家畜の重要な役割っていうのは、実はこの運行執行からですね、堆肥を作る、いわゆる肥料を作ることなんですね。でここで家畜をですね、輸入したこういう草とかでですね、買うっていうことは非常にその価格が高くなる。でそうしますとやっぱり農業っていうのも一つの仕事というかね、それで農家はお金儲けしないとやっていけませんので、非常に高い餌をやってで一頭安い羊を生産するということはなかなか続けられない。そうしますとやはりその福島県で採れたですね、牧草であるとか、あるいは稲を僕らはその実を食べるわけですけども、稲の葉っぱの部分とかですね、そういうものを与えてで堆肥を作って、それを稲を含めて野菜とかにですね与えた時にどういうことが起こるのかということを今後ですね、もっともっと丁寧に見る必要があるかと思います。でこの一端は前回ですね昨年の12月ですけども、私がいます牧場で実際にヤギを使って非常に細かいことを調べてるんですが、そのことを紹介しました。でそういったことを、それはでも牧場のようにですね、非常に実験室レベルでやってるわけですが、福島県の広いところでですね、実際そういうことが可能かどうかということを今後実証していく必要があるかというふうに思っています。さらにはこれも一度お話したことがあるんですが、比較的その原発に近いところだけじゃなくて、もっと離れたところのですね、牧草地とかそういったところで家畜の汚染レベルがどうなっているのかということをもう少し丁寧に見る必要がある。あるいは羊だけじゃなくて牛とかいろんな動物でですね、当然との代謝が違いますので、こういったことを今回お話ししたようなことが再現できるのかということも調べていく必要があるかというふうに思います。で最後になるんですけども、もう一つは先ほど小山先生もいわゆる植物ですね、作物で同じことをおっしゃったと思うんですが、やはりいかにそのリアルタイムにですね、今僕らが例えば食べようとしている牛肉とか豚肉とか卵とかミルクがですね、確かにセシウムが含まれてないんだよということを証明されているのかどうか、全てを検査する。でそれをちゃんと一つ一つのパッケージでトレーサビリティシステムを作って、これは確かに何月何日に測った時にゼロであったとかいうことが確認できる、こういったシステムをですね、作っていく必要があるかと思います。でこれについては、工学部の先生方とですね、なかなか簡単な道ではないんですけども、開発を進めています。で特にその家畜なんかの場合は一個一個のパッケージのですねサイズが違うとかいうのは非常に細かい技術的な問題もあって、口で言うほど簡単ではないのですが、こういったことも
長い目で見ると必要になるだろう。でさらに、海外から見ますと日本の農作物あるいは畜産物全部そうですけども汚染してるんじゃないかということを疑われていますので、それを吹っ切ってですね、農産物を海外に輸出できるというふうにするためにもですね、こういった安全性を担保するシステム、ハードウェアで担保するシステムというものが今後ますます重要になるだろうというふうに思っています。で最後家畜改良センターの、名前を書ききれませんでしたけども皆さん、それからRI センターの皆さん、そして牧場の、皆さん、それから今回こういう名前入ってるんですけど高橋君と遠藤さん非常に一生懸命やってくださって、僕は彼らがやってくださったのをさも偉そうに話しているだけで恐縮なんですけれども、今後とも頑張ってですねこういう仕事をやっていきたいというふうに思っています。どうもありがとうございました。それでは、いくつか質問させていただきたいと思います。失礼しました。汚染されていない餌に変え、殺処分が前提で、汚染されていない餌に変えてから、ということだったんですが、その時の糞とか尿の扱いというのはどのようになるんでしょうか。これはですね、実際は今ちょっと写真でお見せした家畜を飼っているところでそのまま保存されるという形になっています。今のところは。じゃあまだ糞も保存されている。糞というか、山積みするので発酵して、半ば堆肥的になってますけど。今後例えば被災した時からそういうところで放牧なり、されているもので殺処分が必要な場合にはこのような対応っていうのが現地では取られそうだということでしょうか。現在多分こういう方法しかないんだと思うんですけども、先ほど一番最後に申し上げましたけども、これは非常に特殊なケースで、今回殺処分された家畜は一応お金でいうと東電から補償されるという形になるんですが、もっと長い目で見ますとやはり堆肥ですとかそういったものを処理して、でやはり一つ一つワンロットワンロット測ってみて田んぼ畑に撒いてもいいのかとかいうようなことになると思うんですね。でもその時にやることは立派なことなんだけどお金だと思うんですよね。堆肥なんてそんな高いもんじゃないですからそこまで手間暇かけれるのかとか。でも一度撒いてしまったらもう田んぼ畑全部が汚染してしまうわけですよね。でそういったことも含めてもう少しですねハードウェアをちゃんと整えていく必要があると思うんです。今は2年も経ってるとは言いながらですねまだスポット的にポツポツとやってるんでしょうけども、もっと線としてあるいは面としてですねシステムが有機的に果物であるとかそういう作物単位じゃなくて農業全体として再構築される必要があるんじゃないかと、そういうふうに思います。先生はそれを実験室の実験ですとはおっしゃってましたけども、牧場の方で、一応牧場全体を実験室として考えて、でもたかだか40ヘクタールぐらいですからね。40ヘクタールですか。やっぱり何万ヘクタールのところでそういうことが起こるのかということがやはり実証的に必要になると思うんですね。はい、わかりました。じゃあ先生どうもありがとうございました。